皆さんは今から100年前の世界がどのようなものだったか想像ができるでしょうか。今からちょうど100年前、1919年は第一次世界大戦が終了した直後です。当時各国は戦争の後始末に追われながらも新しい国際社会の在り方について議論をしていました。そしてそれとちょうど同じ時期に、どうして戦争は起こるのか、どのようにすれば戦争のない平和な世界をもたらすことができるのかという点を学問的に考察する国際政治学もその時期に指導しています。それから100年が経った現在、国家間の戦争自体は少なくなったのですが、ただ日本の周辺を見ただけでも北朝鮮の核開発問題や周辺国との領土問題など、もう解決しそうもない問題が山積しています。もちろん国内においても問題がこじれてしまって解決できないということはあるんですけれども、国際社会における対立には国内における対立とは少し違う独特の難しさがあります。まず第一にですね、国際社会には世界政府や世界警察といったルールを定めて守らせたり、ルールを破ったものを取り締まるような公権力が存在しません。そのため自分の身は自分で守るしかないという自助の考え方がどうしても強くなってしまいます。また一旦紛争が発生してしまったとき、国内であれば裁判で解決するということもできるかもしれません。しかし国際社会では裁判所そのものはいくつもあるんですけれども、それらの機能は極めて限定されています。そしてさらに国家間の対立というのは場合によっては愛国心を高めたり国内の団結を強める効果を持っています。そのためあえてわざと政治的に利用されることもあります。例えば現在ヨーロッパやアメリカで強まっているポピュリズムですが、これらは他国であったり移民であったり、あるいは国際機関であったり外部のものを国民を脅かす敵として設定して、自らをその敵と戦うヒーローとして描くことで人々の支持を得ようとしていると言えます。国際政治学は国際社会におけるこのような対立のメカニズムを丹念に解き明かしていくことで、残念ながら簡単に対立を解決することはできないんですが、より良い国際社会の形であったり、そこに至るための道というのを辛抱強く探っていく、そのような学問が国際政治学になります。